は琴平宮のある琴平町周辺を散策した様子をご紹介します。琴平町は古くから金毘羅山の門前町として栄えた歴史のある町です。そんな琴平町で金毘羅山の次に訪れたのは旧金毘羅大芝居金丸座です。ここは現存する日本最古の芝居小屋で国の重要文化財です。毎年4月には四国金毘羅歌舞伎大芝居が開催されます。映画国宝の人気でここも注目されているそうです。金丸座には入り口が3カ所あります。左手にあるのが大木戸です。普段は閉じられており、終演後の観客の一斉退場や大道具小道具の搬入時に利用されるそうです。真ん中の入り口がネズミ木戸です。こちらがメインの入り口です。高さが低く、大人は腰をかがめないと入れません。右側が御用窓です。いわゆるVIP専用のエントランスです。それでは入場券を購入して真ん中のネズミ木戸から中に入ります。一人がかがんでようやく通れる高さです。中を見学しようとしていると金丸座の方に内部の説明をしていただけることになりました。それではガイドさんのお話を少しお聞きください。ここはな、旧金毘羅大芝居と言いましてね、はい、今から190年生まれてた坂本龍馬が生まれた年上のな金毘羅宮が建った。金毘羅モードの帰りにお芝居にでも普通の芝居やってない。江戸から上方から歌舞伎役者を呼んだ。当時はな、江戸と京都と何をこの3カ所しか毎年4月にやっと。なんでかやったらな、冷暖部ないねん。国の重要文化財からね、連絡つけたらあかんねん。つけられんね。今日は残念ながらね、歌舞伎やってへん。その代わり花道も舞台も楽屋も奈落も全部見れます。役者さんになった気持ちでお入りください。はい、こんな音します。はい。おー、すごいすごい。本花道から舞台を見るとなんだか役者になった気分になります。舞台前にはたくさんの顔見せ提灯が吊られていました。そして天井には竹が格子状に編まれています。これをぶどう棚天井と言います。上演中に黒子さんがここから花吹雪や雪を降らせるそうです。座席は基本指定席で椅子席と座椅子席があります。1階の中央部分は平場のマス席です。通路から離れた席からは木の枠の上を歩いていきます。1マスには2人から5人座るそうです。2階席は西桟敷、東桟敷。舞台正面の2階席は前船、中船、後船の3段になっています。2階正面席からは舞台全体がとても見やすく感じました。花道の途中にあるこの四角い板はすっぽんというせり上がりです。幽霊や妖怪など比較的軽い役者を人力で上げ下げするそうです。そして舞台前にあるここは井戸や池に見立てた唐井戸です。舞台中央にあるのが直径 7.3 メートルの回り舞台です。この回り舞台は奈落にある
木製の回転駒と4本ある力棒を人力により舞台道具の重さに応じて4人からそれ以上で押して回すそうです。また回り舞台の中央に上下する競りがあります。これも人力で上下させているそうです。なんだか疲れそう。舞台上から客席2階を見ると役者を宙吊りする掛け筋が見えました。舞台の表から裏に回ってみると華やかさから実務的な雰囲気へ変わります。見学できるのは表側だけでなく舞台裏や楽屋、風呂場や奈落など様々なところを見学できました。奈落の壁は石積みされており、花道沿いに入り口まで続く地下通路がありました。これまで歌舞伎は見たことがありませんでしたが、金丸座を見て実物も見たいと思いました。続いて琴平町の市街地を散策します。大宮橋の奥に高灯籠が見えました。高灯籠に向かって歩いて行くと琴電琴平駅でした。ちょうど電車が到着したところです。駅隣の広場に高灯籠があります。高灯籠はかつて海の灯台でした。1860年に完成した国の重要有形民族文化財です。高さ27メートルで木造の灯籠では日本一の高さです。見上げると驚くほどの高さです。次は JR 琴平駅に向かいます。大正ローマンを感じるこの駅舎も国の登録有形文化財です。セブンイレブンは観光地向けで茶色系でした。駅の中もアンティークっぽいですね。駅前には金丸座ゆかりの歌舞伎の像がありました。次の目的地に向けて街中を歩きます。見えてきたのは鞘橋です。鞘橋は最初1624年に架けられましたが、その後何度か災害に見舞われて明治2年に今の姿で再建され、その後明治38年に現在の場所に施設されました。昔は誰でも通行できましたが、
大正11年以降は琴平宮の神事でのみ使われています。琴平町は金毘羅山の鳥居前町として町全体が参拝客をもてなす雰囲気で溢れていました。次回は4月に来て大歌舞伎を見てみたいものです。今回もご覧いただきありがとうございました。前回から時間が空いてしまい申し訳ありません。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。